めっちゃ長話になったな。うわいいな。じゃあ次、キャナリー。多分キャナリーロビンまで。キャナリーロビン、キャナリーアルエットまで行くんかなわからんけど。はい、そんな感じで、次行ってみましょう。北の森に足を踏み入れると、キャナリーは、こわごわと辺りを見回した。キャナリー自身はほとんど訪れたことがないものの、南の森は気晴らしの散歩コースとして人気らしい。対してこの北の森は誰もが避けて通ると聞いた。景観はそう変わらないのに、立ち入りをためらうような何かがあるのだろうか。先入観のせいか、木の鱗や破群の影が怪しくうごめいているような気がしてくる。不慣れな体は遠い歯ごすれの音を敏感に拾い、自然とすくむ。それでも、なけなしの勇気を振り絞ってキャナリーは歩を進めた。ここへ来たのはアルエットを探してのことだ。へえ。校舎の窓越しに中庭周辺をふらふらと歩いているアルエットを見かけ、気になって追いかけたものの見失ってしまった。気分が悪そうに見えたが大丈夫だろうか。姿は見当たらないが、まさか北の森に入ったのだろうか。迷って帰れなくなったらかわいそうだ。余計なお世話かもしれないと思いつつも、一度悲観的な想像をしたら、なかなか払拭できない性分が森へと向かわせたのだった。小道はしばらくまっすぐに続いていたが、アルエットの姿はない。地面を観察したが、新しい足跡も見当たらなかった。しかし、帰ろうとキビスを返したとき、キャナリーは他に気になるものを見つけてしまった。小道の脇に何か落ちているものがある。遠目からはハンカチのように見えた。あ、なるほどね。ああ、これがあれだ。ロビンの紙飛行機だ。しかし近づくことによって判明したその正体はまるで違うものだった。これは紙飛行機？首をかしげながら何気なく前方を見て気づいた。紙飛行機はこの一つだけではない。茂みの影に潜んだり、頭上の木の枝に引っかかっていたり、森の奥へ誘う道しるべのように点在している。誘われるがままに巡り歩き観察した末に、キャナリーはこの紙飛行機たちが単に量産されたものではないと気づいた。紙の質や折り方が一つずつ違う。作られた年代も微妙に異なるようで、湿り切って土と同化しかけているものから、まだ新しく張りのあるものまである。極めつけはその羽に手書きで記された番号だった。004、007、014。最低でも14体の紙飛行機がこの森を滑空したということだろうか。これらの工夫から見ても単なる気晴らしの類ではないと思われた。紙飛行機に製造番号を振って飛ばして飛行距離を研究していたに違いない。と、そこまで考えてキャナリーは困惑した。研究、一体誰が？抱いて当然の疑問はあるが、情報の出揃っていないこの場では、当たりなどつけられるはずがない。しかし、その疑念を抱いた瞬間、すぐに答えが浮かび上がってきた。ロビン。その名を胸中で噛み締めながらキャナリーははっと息を飲む。どうして私？
生徒の数だけいるはずの容疑者がなぜこうもあっさりと一人に絞られたのか。のみならず、なぜ確信めいた者が胸をつくのか。わからない。わかるはずがない。正常な思考を外れたところから湧いて出た推量だ。直感とすら言い難い、しかし当てずっぽうというにはあまりにも説得力がある。その時、キャナリーはめまいを覚えた。急に森の闇に飲まれたかのように意識が遠ざかり、足が震える。けれど体が大きく傾ぐ前に、めまいは去った。我を失ったらほんの一瞬のこと。けれどキャナリーはその一瞬に魔的な影が頭蓋の中を通り過ぎたような気がした。今のは、何？また抱いたばかりの疑念に答えがあった。気のせいだと。これ以上考えるべきではないとも。キャナリーは緩慢に頭を振った。紙飛行機なんて見なかった。そもそも自分が探していたのはアルエットだ。もうここに用はない。ざわつく自らの胸にそう言い聞かせながら帰路をたどる。なるほどね。ここはこれで終わりなんか。はい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 。じゃあ行きましょうか。本題ですね。アルエットとルーク。ねえ、私たちって、おととい初めて会ったのよね。開口一番おもろいな。どうやって話を切り出そうかと散々迷った挙句、口にしたのは、何やこれ。葛藤な問いかけだった。そうよ。日にちの数え方に自信がないの？ルクは億劫そうに答えると去っていこうとする。アルエットは慌ててより直接的な質問に切り替えた。おかしなことを聞いて申し訳ないんだけど、あなた、病気で床に伏したことはある？誰かにお見舞いされたことは？本当におかしなことね。昨日見た夢の話？うん。ルクは皮肉のつもりで言ったのだろうが、アルエットにとっては真実を言い当てられたという状況でぎこちなく肯定するしかない。間の抜けた空気が流れ、ルクは呆れたように目を細めた。あなた、いちいちそうやって人に問うて回るの？昨日あなたが死ぬ夢を見ましたが、取れたはずの首はいつくっつけたのですかとか。ごめんなさい。悪かったわ。だって、夢とは思えないほどの臨場感だったんだもの。多分こんな感じで、ルクはすごいなんか興味ないわね。何なのあなたみたいな感じの態度なんだけど、話を聞けば聞くほど多分興味が湧いて、来るんじゃないかな。結構興味が湧いてもっと詳しく聞かせなさいよみたいな感じで。頭いい子やから多分そこら辺回るんじゃないかな。付き合わされる身にもなってほしいわ。おらんくなった。そうもいかんかったか。まだそこまでの関係値はなかったか。ルクは深いため息で会話に区切りをつけ、今度こそその場を去っていった。予想していた反応であり、妥当な答えでもある。が、期待が空振りになった感触は少しアルエットを承知にさせた。意外と淡白やね。まあでもそうか。2回目だもんな。言われてみりゃそうか。2回目だもんな。関係値が全然ないもんな。キャナリーとかだったら話が広がるかもしれんけど。午後の時間が終わり、夜が始まる。今日の進捗はあまり芳しくなかった。というのがアルエットの雑感だった。
昨日は少し学んだだけで飛躍的に上達したと自画自賛していたが、どうやら上昇気流に乗りっぱなしとはいかないようだ。そもそも昨日意気揚々と飾った中庭の作品は、今日見ると思っていたよりも歪みの目立つ代物だった。周囲に並ぶ特進性の作品ができすぎているせいで、どうしても見劣りするということもある。一日置いたことで粗が見えやすくなったということもある。けれど、より本質的な原因はバラの造形を学んだおかげで、アルエット自身の目も肥えたということだろう。にわかに焦りを感じ、午後いっぱい奮闘したものの、成長したアルエットの目にかなうほどのバラを生み出すことはできなかった。マコーとのやりとりもあって精神的な疲労を感じて迎えた夜だったが、どうやらすんなりと休むことは許されないようだった。宣告。晩餐を済ませて食堂を後にしようとしたとき、アドラーに呼び止められたのだ。アルエット、至急03軌道に来なさい。いつもと同じように感情の読めない冷徹な声だった。思い当たる節もなく、どのような用向きなのかまるで見当がつかない。ただ、それを告げられたとき、まだ多くの生徒が残る食堂の一角が不穏なざわつき方をした。あの時、泡のように弾けた忍び笑いは何だったのだろう。とにかく嫌な予感がして、03軌道へ向かう足取りは重かった。私のバラがですか？アルエットは困惑に満ちた声でアドラーに問い返した。ええ。午前中に見た時はバラでしたが、報告を受けて確認したところ、確かに雑草へと変わっていました。おや？中庭に飾られたバラについては、マコーと会う直前に見たのが最後だ。その時は確かに昨日作ったバラはそのままだった。けれど、アドラー曰く、晩餐の直前には雑草にすり替わっていることが確認されたのだという。景観を損なうので、その場で処理しました。身に覚えはありますか、アルエット。アドラーの奈落めいた黒い瞳からアルエットはそっと目をそらした。アドラーが口にしている雑草には、適正検査の際に作った野の花が含まれていることに気づいたからだ。それならば身に覚えがある。確かに今日の午後、造花室で作りました。作ろうとして作ったわけじゃなくて、できてしまったというか。なるほどね。はい。これがあれだ。マコーの話の、あれだね。潜在的な、真相の方に語りかけて、作るんじゃなくてできてしまうっていう。なるほどな。ガラスドームに咲き乱れる名もなき花たちの多彩な顔ぶれが脳裏によぎる。あれは壁にぶち当たった心が瞑想の果てに作り出したヤケが形を帯びたような野の花の群れだった。バラを作っても思い通りにいかない。十分な気を払って作った箇所はうまくできていても、その分岐を抜いてしまった別のところに瑕疵がある。それこそマコーの時と一緒か。昨日の今日で及第点を欲しがること自体高望みでしかないと分かってはいた。他の生徒たちはメイデンの増加に至る前に他の花から学びを重ねてきているのだから。けれどそう自分に言い聞かせてみても、綺麗なはずの花が自分のせいで醜く生まれてしまうことは、アルエットにとって耐え難かった。理想と実態の差異がどうにも気持ち悪く、ついつい無意識に思った通りに作れるものに逃げてしまったのだ。なるほどね。
未熟ゆえに誤ったものを作り出してしまったと。そこまでならわからないでもありません。うん。せやね。そこを、ちゃんとアドラーは、分析というか、見て、咎めとるんやな。なぜそれを中庭に飾ったのです？分解処分にすればよかったはずですよ。お、確かにそうや。それは、もちろんそのつもりだったんですけど。確かにそうやな。あ、記憶を順に巡り、アルエットは声を上げた。分解し忘れたとか？雑草を生んでしまったのは実習時間は終わっていたが、霧のいいところまで粘ろうと自主的に延長した頃合いだった。気合十分で臨んだ末に結果に唖然としていたら、授業を終えたらしい一般クラスの生徒が声をかけてきたのだ。出た。アベルラ様が呼んでいるわ。ものすごい不機嫌そうだった。早く行った方がいいでしょうね。アルエットはもちろん落ち着かない気持ちになった。何の用だろう。アベルラとはなるべく接しないように努めてたつもりだったが、機嫌を損ねるようなことをしてしまったのだろうか。なるほどね。不安で雑草から意識がそれたところに、これは私たちが勝たしておきますから、といたわりに満ちた言葉をかけられ、ただただ気遣いに感謝した。ごめんね、ありがとう、と早口に言い置いて、アルエットはその場を去ったのだった。しかし、伝言された場所にアベルラの姿を見つけ、恐る恐る声をかけると、非常な返事が返ってきた。何のこと？呼び出し？私があなたを？よくよく我が身を顧みてごらんなさい。私に呼び出されるほどに有能な人間なのかどうかを。気乗りしない中、わざわざ足を向けたのに、アルエットにとっては全くもって理不尽な言われようだった。が、アベルラの身になってみれば、苛立っても仕方のない状況ではある。視界に入れたくもない人間が自分に呼び出されたなどというざれ言を口にしながら現れたのだから。承知して増加室に戻ると、先ほどとは別の一般生徒が乙女の玉座を使っていた。当然、ガラスドームの中に雑草はない。あの時声をかけてくれた通り、きっと処分してくれたのだろうと安心しきっていたのだが。そういうことね。うわー、3日目からいじめられるか。なるほどな。3日目からいじめられるか。かわいそう。でもこれ、あれだよな。うわー、でもすごいな、このシナリオの書き方。この時、なんだろう。魔法のあの話が多分ちらつくと思うんだ。あの魔法との問答が。じゃあこれを素直に、アドラーに言うか、私こういうことされたんですって言うか、それを押し黙るか。言ったところで、証拠出せやみたいな話になるしさ。なるほど。呼び出されてその場を後にし、処遇は一般生徒に任せたと。はい。証言が食い違っていますね。その生徒は、あなたが席を立つときに、故意か事故かはわからないが、保存の処理を取ったと言っていました。ほら、そういうことになるよな。呼び出しについても聞いておりません。増加室を訪れたら、ちょうどあなたが終えて交代するところだったと。うん。なるほどね。多分アドラーに関しては、ここまでその厳格な人やったら、確実に中立なんだろうな。うん。これがまた面白い。アドラーのポジションもまた面白いな。
多分これはね、アドラーを信用、アルエットを信用してなくて、一般生徒の話を片方だけしか聞かずに信用するならば、この瞬間にアルエットを咎めるって話になるわけよ。けど、あくまでも中立の立場であるから、両者の意見を聞いて食い違ってますっていうのを告げると。この後どうなるかだよな。うん。一泊置いてアルエットは声を詰まらせる。アドラーが口にした筋書きはアルエットの記憶と見事に乖離していた。それをまるで事実を読み上げるような口調で告げられたのだ。嘘をつかれた。悪意を持って陥れられた。黒い沼のようなものがドロドロと胸中に広がっていく。増加室で一部始終を見ていた生徒は2名おり、いずれも九段の生徒の証言を支持しています。あなたの証言の裏付けを取ってくれるものは、結局そういうことなんやな。すべて仕組まれとったわけよ。けどアドラーの目線からしたら、どっちのせいだってね、それこそアドラーが、アルエットが嘘ついとったとも見えるし、一般生徒が嘘ついたとも見えるし、うん。ね。だからこそアドラーは、まあ4択、アドラー目線からしたら、アルエット目線からしたら嘘か本当かの2択なわけよ。けどアドラー目線からしたら4択になるわけよ。うん。どっちかが嘘でどっちかがあれって2222になるからさ。ね。だからこそ、この証言の裏付けみたいなので決めるみたいな。それは、きっといません。でもあれなんかな。初犯ということで、アドラーは許してくれるか、けどそんな許すような寛容さはないはずだから、これもノリだっていうことになって、きっとなんか罰を与えられるんだろうな。永遠にバラ以外の雑草を生やしてしまったっていう罰を。うん。アルエットは焦然とうなだれた。強いて言えば、アベルラだろうが、彼女が自分を擁護する証言をしてくれるとは思えない。本当はしてくれるんだけどね。プライドが許さんから。嘘をつく。だからその、アベルラが本当は無罪だったら、アベルラが仕組んだのであれば嘘をつくけど、アベルラがもうその関係のない、その、使われたっていう立場なんだったら、してくれるわけよ。ね、けどそれをさ、アベルラ自身は嘘をつくっていう行為は、その、アルエットに対する嫉妬とかそういうことになるから、プライドが絶対許さんわけよ。本当はこれってアベルラに問い詰めるべきなんよね。そもそもこの一件が彼女の差し金だとしたら、良くないこととは思いながらも、混乱した精神はそこに十分な可能性を見出してしまう。そうなんだよな。うん。あなたか、一般生徒たちか、どちらかが嘘つきです。罰しなければなりません。このままでは、一般生徒たちの言い分が通ることになるでしょそんな、アルエットは泣き出しそうになるのをぐっとこらえた。感情に訴えかけたところでアドラーには効かないだろう。自己抑制の足りない生徒として心象を悪くするだけだ。深々とため息を吐く。その心中はすでに諦めへと傾きかけていた。罰って何ですか？う。明日一日をかけて、ここにひざまずき、来産騎士を唱え続けるというものです。うわぁ、きっついな。もし恋に雑草を飾ったのだとしても見合わない罰だと思った。ましてや冤罪とあっては。しかし立証できない以上はどうしようもない。アルエットは自分の無力さに震えながら覚悟を固めようとした。その時だ。霊産軌道の重い扉が開けられたのは。ルクじゃねえかな。アドラー先生。うわ、やっぱそうやろ。うわ、やっぱアベルラー、やっぱそうやな。ああ、すごい。やっぱ本当にプライドの高い女なんやな。逆にそのプライドの高さが信用に足るわけか。うわ、すご。姿を見せたのはアベルラだった。
でも多分これって布石なんだろうな。仮を作ったっていう。その赤い瞳はほんの一瞬だけアルエットを映してすぐにそらされる。お話中に割り込む無礼をお許しください。お聞かせしたいことがあったものですから。許可します。今日の昼、アルエットが私のもとに現れました。何でも、一般クラスの生徒から、私に呼び出しを受けていると聞かされたとかで。あなたは呼び出したのですか？いいえ、呼び出す理由がありません。一般生徒が逆に切られたんかわいそうやな。だって、指示でもない限り、絶対にアベルラを敵に回すことはせんわけだから、絶対名前使わんねが。ね。そうでしょアベルラほどの人間を敵に回すことがまず悪用するってことがありえんから、だからその、一般生徒に関しては、いい感じに出しに使われてるんやろな。そうですか。どちらが嘘をついたのか判明したようです。有益な情報に感謝します。わ。どこまでも活端と行われる聴取をアルエットは呆然と聞いていた。明日の朝一番で、3人に処罰を伝えることになるでしょう。二度と人の名を担ぎ出さないよう、十分に言い含めてやってください。そんなやりとりの後、静寂の中に佇んでいると、アドラーに退出を促された。アベルラといえば、アルエットのことなど、一棒だね、いいかな。だにせず、とっくに扉へと取って返している。蜂蜜色の髪の後を追いながら、アルエットは緩慢な思考はようやく現状把握に至った。アベルラは真実を話してくれた。そのおかげでアドラーは考えを改めた。自分は冤罪の罪から救われたのだ。なんか、あれだよな。なんか、出来すぎとるような話が。外へ出ると、アルエットは小走りになってアベルラへ追いついた。ありがとう、アベルラ。助かったわ。今だけは邪剣にあしらわれようと、皮肉の棘に傷つけられようと、一向に構わなかった。どうして助けてくれたのだろうという戸惑いがなかったわけではない。けれど、感謝の念ははるかにそれを上回った。これ人を騙すやり方だもん、このやり方って。このやり方ってね、人を騙すやり方なんだよな。礼ならこの手紙の主に言うのね。おや？あら、アベルラもちょっと担ぎ上げられた人や。アベルラは小さな紙切れを存在な手つきで突きつけた。一度は破棄寸前まで行ったのだろう。丸く収められたシワの跡がある。中央に、乱れた筆跡で、食後、03起動、あなたは利用されていると記されている。あなたを助けたわけじゃない。私を勝手に使ってくれた不届き者に報いを与えたかっただけよ。そういうことか。この手紙は誰が？許せんやろうな。アベルラ、これがこうなるとアベルラはもっと怒るやろうな。なんか、一般生徒に悪用されたことと、あと、この手紙の主にこそ利用されたこと。そしてね、嫌いなアルエットを助けたっていう、キーってなるやろうな。さあね。見るからに不自然な筆跡だもの。そうやって特定されたくない誰かさんでしょ？でもこういう風にやるのって多分、オルロくらいしかおらんのやけど、でもここまでアルエットを騙すために芝居を打つっていうのも違うよな、きっと。そう言われていれば追求するのも野暮という気がしてくる。しかしアルエットはある名前が胸の奥に浮かび上がってくるのを感じた。ルク。そうきたか。そっちか。
思わず漏れてしまった声はかすれたものだったが、かすかなものだったが、アベルラの耳には届いたようだ。立ち止まってアルエットを見る。はあそれだけはありえないわ。一番出したらあかん名前だろうな。あなた、あれを何だと思ってるの？ここにいられるきっかけを作ったのは確かに彼女だけど、それは優しさによるものじゃないわ。そんなに脇の甘い人間だったら、私はとうに追い抜いてる。よっぽど気に食わなかったのか、彼女にしては直裁な言い回しだった。どれももっともな言い分だと認めつつ、アルエットはうなずく。そうやんな。うん。で自分で言いに行くもんだって。その事情を知ってるわけだからさ。うん。ね、事情を知ってるわけだから、ルク自体が霊産軌道に行って、なんか、アベルラと話してるのを見ましたけど、どうかしたんですかみたいなことを言えばいいだけの話やから、その手紙なんていう姑息な手段を取らんからさ、多分オロロじゃないかな。そうよね。なんとなく思い浮かんでしまったというだけなの。あなたの頭の中って、随分と幸せな作りなのね。あのまま罰を受けた方が、少しは引き締まるんじゃない？アベルラはアルエットと話していたことは急に嫌になったようだった。吐き捨てるように言い残して足早に去っていく。アルエットもまた寮に戻るために再び歩き出した。道中、先ほど告げられた罰のことを思い出し、暗淡たる気分になる。アルエットを陥れようとした生徒たちは自分たちの掘った穴に落ちて苦しむ羽目になった。絵に描いたような因果応報だが、小気味良いなどとは思えない。罰を逃れた安堵すらも遠くに感じられる。今、ひしひしと身に食い込むように感じるのは、あの少女たちの笑顔の裏にあった冷たい悪意だった。うわー、すごいな。でも、アベルナの名前を使ったってのが、ちょっとびっくりだな。寝支度をしてベッドに倒れ込む。ただでさえ疲れていたところに冤罪事件をもたらした消耗は激しく、身も心も際限なく沈み込んでいくようだ。おやすみなさい。誰に向けたわけでもない挨拶をし、サイドランプを消したところで完全に力が尽きた。そうしてアレットはプエラリウムでの3日目を終えた。はずだった。